はい、皆さんこんにちは。今日もクラウド3を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですか、最近。ちょっと久しぶりの収録になっちゃったね。そうだね。まあ、これで2週間ぶりぐらいかな。そうだよね。俺がちょうどリーグ戦が開幕する前に収録したのが最後だったから。そうだ。うん。そうだね。ってことは、そうリーグが開幕したと。そう。7月の2日に。無事なのかなんかわかんないけど、とりあえずリーグ戦は開幕できたね。でもなんか、ほら、今までだったらコロナがあったりとかして、ね、中断したりとか延期になったりとかってすごいこう、イレギュラーなことが続いてたから、ちゃんとこういう風に順当に開幕できてよかったね。そうだね。ただ、ね、7月の1日にリーグ戦開幕予定だったんだけど、前前日の移動する際の空港で、いきなり1日延期になって、試合がそう。あ、延期なったんだ。いきなりだよ。もう準備して、もう飛行場で、飛行機待ってるタイミングで、いきなり7月1日から7月2日になって、そう。だからまあ。それはなんでなんかよくわかんない。なんかコンサートで、そのスタジアムを使うとか使わないとかなんかそんな感じだった気がする。そんなのさ、どんだけ前に分かってんのって思うじゃん。自由だなね、まあだからその情報が正しいのかどうかもよくわかんないし、何の理由なのかよくわかんないけど、とりあえず1日遅れて開幕した。じゃあそもそも無事なスタートではなかったんだね。そうだね。なんでそこで1日変わるのかわかんないし、そんな前日にさ。でもよくあることではないけど、珍しいことでもないし。相当インドネシアのそういうのに慣れてきてるよ。そうだね。インドネシアもそうだし、タイも含めて、ほんとイレギュラーなことが多かったから、あんまりこう、そういうのに動じなくなったかな。やっぱりさ、こう、コンディションも含めてさ、モチベーションもあるしさ、そういう時にこう、そういうアクシデントとかトラブルが起きるとさ、最初はやっぱイライラしてた。最初はやっぱしてたね。日本だったらそんなことないし。でも今回とかはすごいなんかちょうどその開幕戦がジャカルタっていうさ、首都の、インドネシアの首都の場所だったんだけど、そういう一日空いたことによってさ、俺、日本食屋に行ける時間が増えたから、だったらちょっと一日空いたタイミングで日本食食べて、た方がさ、その気分的にもいいし、栄養的にもいいから、それだったらそういう時間に使えるねって思ったりして、結構ポジティブには思えたかな。なるほどね。ラッキーじゃないけど。なんかピンチがチャンスじゃないけど、いい方向に転換したんだ。そうだね。なんか別にとかなんかそんな感じは思わなかった。やっぱりその最初海外に移籍してのイレギュラーに対してのイラつきと今はもう全く違う。全く違うね、やっぱり。ただやっぱりそうは言っても、今とかホテル住んでて本当にいろんなことがあるから、ホテルが相当面白いんだよね。そうなんだよね。ホテルが本当にね、もう何をどうしたらこうなるのみたいな。イラついてんじゃん。いやもう愚痴りたいよマジで。最近もなんかあったの？ホテル面白話は。ホテルトラブル。いや、この前も、夜さ、部屋に泊まって夜トイレ行ったらさ、ゴキブリが2匹いたわけ。もうそれは普通の話だ。いや、普通、俺いつもホテル入る前に必ずゴキブリのチェックと、スプレーは絶対してっても言うの。そうなんだ。俺絶対言う。面白い。そうで、多分してないけど彼らはしたよみたいなこと言ってきたりするわけ。でも俺は結構しつこくマジでちゃんとしてみたいなこと言うわけ。そうでホテル行ったら夜2匹いたの。それはしょうがないし、たまたまかもしれないし、それで俺スプレーもらってスプレーで殺して、もうホテルの部屋移動してなかったんだけど、夜中だったし、我慢して寝たわけよ。で、朝方起きてトイレ行ったら、ちっちゃい赤ちゃんのゴキブリ4匹いたの。うわー、最低。多分ね、排水口に卵生まれてて。うわー、孵化したんだ。でも、そう、最悪と思って。で、次の日、もうそれを見たから、もう部屋移動したいっていうのをお願いして、そしたら移動するように準備するね、みたいな。で、10分後に行くから待っててって言われて。で、待ってたら、1時間来ない。出た。で、電話したら、今すぐ行くから、つって、結局30分ぐらい来ない。で、
そう。で、一応さ、俺も結構荷物あるからさ、ホテルの移動数も結構大変なわけ。そう。で、ホテルの人が、じゃあ隣の部屋移動しようかってなったんだけど、いや、隣の人だとゴキブリ来るかもしれないから、せめて3つぐらい離してって話をしたの。そしたら3つ離れたところの部屋に移動して、全部荷物も、移動させてて、で、よし、じゃあパソコンいじろうと思って、パソコンこう開けようとしたら、Wi-Fi が繋がらないし、なんせ、部屋の電気が切れてて電気つかないの。すげえ。でも、マジで、俺荷物とか全部片付けて運んで、広げて、嘘でしょと思って。マジかよと思って。まあ、しかもさ、5つ星ホテルとかなんだけど、ここの街ではね。あ、そうなんだ。そう、ちゃんとしてるホテルで、まあまあ、大きいホテルなんだけど、そんなことがあって、ちょうど本当に来て、すぐ。さすがだね。裏切らないね。やっぱりインドネシアのホテルはね。それでまた面白いのが、もう移動したくなかったからさすがに電気だけ変えてっていう風に連絡して、で、Wi-Fi は接続させてって言ったら Wi-Fi のちっちゃいこう、ミニ Wi-Fi みたいなの持ってきてくれたの。ポケット Wi-Fi。あ、そうそうそう。で、部屋の電気は、じゃあちょっと新しいのに変えるねって言って、なんかその、作業員みたいな人が来てくれたんだけど、まあその人が来るのもまあ時間かかるわけ。まあそれは一回じゃあよしとして、来ました。俺、部屋に土足で入ってほしくないんだけど、彼ら結構土足で入ってきたりするの。あれ文化的にはいや、どうなのかなちょっとね、わかんないんだけど、まあとりあえず俺は靴脱いでって言ったの。で、靴脱いで入ってくるじゃん。そしたら玄関的なところを開けっぱなしで入ってきたわけ。だから外にこう通る普通のお客さんから中が見えちゃうから閉めてっていう話をして、そしたらその人がなんか、ライトが足りないから持ってくるっつって取り行ったの。で、取り行って戻ってきて、また土足で入ってきたの。で、ドア開けっぱなしなの。で、俺が、いや、靴脱いでって言って、で、ドア閉めてって言って、そしたら、オッケーオッケーって言って、そしたらこれ一人でできないから、脚立持ってくるから、みたいな。で、待っててってどっかで脚立持ってきたわけよ。そしたらまた土足で入ってきて、またドア閉めずに入ってきて、もう俺、もう自分でやったよね、自分でドア閉めに行って、もう言うのも諦めて、もうそこまで行っちゃうとさ、俺ももういいやってなっちゃうから。コントみたいなことやってるね。なんかね、ちょっとね。そんなこんながあり、とりあえず開幕を迎えられたわけですね。そうだね。そんなこんなでやっと開幕を迎えられたって感じかな。開幕は実際、カードは俺たちのチームと、あとはその、前期チャンピオン。そう、前期チャンピオンの俺らのチームと、相手はその、多分インドネシアで一番大きいチーム、首都のチームなんだけど、資金力的なこと？もう資金力もそうだし、まあ規模もそうだし、まあ首都のチームってこともあって、サポーターの数もそうだし。なるほど、なるほど。そう。まあ、そのチームとアウェーで、彼らのホームで試合だった。結果は1対1で引き分け。これはどうだったの？こっちとしては。まあ、ね。まあ、俺が1点目決めたんだけど。あ、そうなんだ。開幕ゴール。そうだったんだけど、で、後半に追いつかれて、1で、まあ、俺としてはもう本当に勝たなきゃいけなかったかなと思ってるし、まあ、俺がちょっと残念だったなっていう風に思ってるのは、なんでかわかんないんだけど、俺らのチームがね、必要以上に時間を稼ぐプレー。例えばじゃあ、痛がる必要がないのに痛がって時間を使うとか、なんかそういうプレーが結構俺は必要以上に見えて、味方の。そう。で、なんか俺はちょっとね、その、勝敗ももちろんだけど、なんかそういうところが少しこう残念だったなとは思ってる。なるほど。やっぱりさ、ね、サッカー選手ってプレーしなんぼだし、まあもちろんそのさ、サッカー勝つためには、時にはやっぱ時間を使う必要もあるし、そういう風にね。で、そういうのもやっぱこう、ね、サッカー IQ だったりするんだけど、その度が超えちゃうと、やっぱり俺どうかなと思うし、やっぱ見に来てる人もそれって面白くないじゃん、正直。なるほど、確かに。ね、例えばじゃあ初めてその試合を見に来る人もいるだろうしさ、じゃあ例えば日本人の俺の知り合いの人がなんかたまたまその試合を見に来てくれてたりしたんだけど、開幕戦。そう1年に1回とか2年に1回とかしか見に来れない人が見に来た試合で、なんかそういう風にさ、プレイ時間よりもこう痛がってる時間が長かったりするとさ、なんかこう見てきてくれてる人もお金払ってるわけだから、なんかそういう人たちも楽しめないじゃん。だから俺はあんまりそういうのはしてほしくなくて、だからそういうのがこうね、あまりに多すぎた感覚があったから、面白い。ここ相当面白いと。そうで、実際に俺らが失点しちゃった時も、
俺交代してたんだけど、外から見てて、一人が、自分たちの陣地痛がってたの。そう。で、痛がってて、まあ、本当に痛かったのかもしれないんだけど、俺としてはそこは痛がるタイミングじゃないなと思ったの。で、まあ、本当に痛いんだとしたら、まあ、申し訳ないけど、ここは早く立てと思ったの。今は立たなきゃいけないところだと思って、試合の流れ的に。そう、でもずっと倒れてて、で、そうするとやっぱこっちのチームたちも、ボールを外に出してくれっていうアピールをするわけ、相手チームに。でも相手チームからすると、もう何回も痛がってるから、そんなのまた嘘ついてるじゃんってプレーを続けるわけ。確かに。そう、で、結局、もう、俺外から見てて、これは嫌な展開だなと思ったその流れで失点しちゃったわけ。うわで、やっぱそういうのってあるし、やっぱこう、試合の流れを見る目じゃないけど、どこで時間を使うべきで、こういうところは時間は使わない方がいいとか、そういう部分をもう少しこうね、選手それぞれがちゃんと頭使ってやらないといけないなと思って、なるほど、ね。そこがちょっとね、悔しいというか歯がゆさが残ったね。それって、その後のこうコミュニケーションの中ではそういう話って監督からとか出たり？いや、監督は言ってなかったけど、それでさ、試合に終わった後に相手チームのサポーターから、まあ、人種差別だったり、誹謗中傷が結構あって、俺たちの選手、そう、俺も含めて、外国籍の選手に対して。まあ、外国人も、あと、インドネシア人選手も。そう、すごいあって、最初なんかその日の夜とかにすっげえ俺にそのインスタグラムの DM とかコメントでめっちゃ来てたの。で、別に俺気にしなかったの、そんなの。というわけで、まあ、悔しいし、サポーターも。まあ言ってくるなーと思ってたんだけど、まああまりにしても次の日朝起きてもブワーって何百件って入ってて、まあそれでなんか別にっていう話だったんだけど、そしたら次の日練習行ったら、まあ他の選手も人種差別的なことが結構来てて、で結構問題になってて、インドネシアサッカー協会としてその人種差別はもうやめようみたいな感じ結構問題になった、その試合後は。なるほどね。でも、俺は、なんか、正直、まあ、その人たちはさ、結構いろいろ言われたらしいの。でも俺はなんか、もう死ねとか、なんか豚とか、なんかそう、なんかチャイニーズとか、なんかそのコリアンとか、そんな感じだったの。そう。いや、で、俺は別にさ、言わしとけばいい。まあ、嫌だっていうか、まあ、言うべきじゃないと思うけど、気にならなかったんだけど、その、やっぱチームメイトがこう言われてるのは、俺はちょっとなんか納得いかなかったよね。自分のことは別に気にならないけど、チームメイトがそういう風に言われてると、いやいや、それは違うよね、と思ったけど。しかもまあ、インドネシア人がインドネシア人人種差別してたから。そう、それなんか不思議だなと思って聞いてた。いや、意味がわかんないし、それってほんと多分自分たちが俺らバカですよっていうのをさ、言い散らしてるのもんじゃん。だって日本人が日本人人種差別なんかしても意味わかんないじゃん。そうだよね。だから本当アホだなって思うし、本当何も考えてない奴らがやってるんだなとしか思わないから。なるほどね。いや、でも、インドネシアのその人種差別のとこに関しては、なんか結構深刻だよね。まあそうだね。まあ人種差別って結構さ、どこの国でもあったりするとは思うんだけど。確かに。まあ、もちろん、日本人はとか日本に住んでるとあんま身近じゃないけど。そうだね。ただまあ実際俺もあんまり経験したことがなかったことだから、自分が身をもって経験したら、でも本当ちょっと俺は理解できないけどね、その人種差別してる人たちのマインドセット。まあさっきも言ったけど、なんでインドネシア人がインドネシア人のことを人種差別してんのか俺がよくわからないし。そうだね。それ相当ちょっとびっくりだわ。まあ多分100歩譲ってじゃないけど、仮に他国の人を人種差別するとかだったら、まあ理解はできないけど、まあなくはないじゃん。そうだね。なんか文化とか歴史もあるからね。なんかいろいろそう。いろんなバックボーンがあるから、過去にも、現在もそういうことはあると思うんだけど、同じ国の人たちを人種差別するっていうのは、俺は何なんだろうなって思って、まあっていう風に思うのは結構多々あって、正直。まあ俺がこうインドネシアに住ませてもらってて。まあこれ本当言ったらキリがないし、本当愚痴になっちゃうから、あんまり良くはないと思うんだけど、まあそういう風になっちゃうんだろうなっていうのは結構、日々生活してる中でもいっぱいある。なるほどね。さっき南部が指摘した、なんかこう試合上の問題点みたいなところってあったじゃん。こういうのっていうのはこう立て直しはどういう風に図っていくの？チームとして
チームとして。まあ普通にそれは、俺はその選手たちにあんま必要以上に倒れるなとは言ったし、あと他の外国人選手、キャプテンとかも言ってた。なんでそんな倒れるので続けろっていう風に言ってたから、なるほど。実際第2節はそんなこともなかったし。じゃあ本当なんか特別ちょっと1戦目開幕戦が気負ったのかなんか違う事情があっていろいろそうなっちゃったんだ。いや、わかんない。なんか、どうなのかね。引き分けで OK みたいな雰囲気だったのかな、ある選手たちは。なるほどね。じゃあそんな開幕戦があり、第2試合目は第2試合目はホームで負けて、逆転負けして、俺がここのチームに来てから初めて1年以上負けてなかったホームで初めて負けた。マジか。それに関してはどういう？いや、なんかもう単純に俺がやってて思ったのは、やっぱ、もう少しね、アグレッシブにいかなきゃなと思うけどね。まあでもこれ言っちゃうと、ほんと戦術の問題になっちゃうから、そのチームの批判とかさ、コーチの批判とか、そういう選手の批判とかにさ、聞き取られても嫌だから、ちょっと言葉を選ばなきゃいけないけど、もう少しこの、やっぱチームとして、どうしても俺らのチームって守りの時間が多いチームだから、もう少し積極的にね、相手のゴールを奪いに行くっていう、姿勢を、チーム全体として、俺も含めたチーム全体として見せなきゃいけないかなと思ってるんだけど。なおさらホームだとなおさらね。やっぱホームとアウェーって少し戦い方が違ったりするから、やっぱホームの試合ではね、やっぱそういうもう少しアグレッシブな、多少リスクを負ってでも、点取りに行くようなスタイルを貫きたいなと思ってる。なるほど。今1戦2戦やって、3戦目は ?3 戦目は今週末。これからはどういう風なスケジュールで試合が進んでいくんだ？だいたい1週間に1回のペース。1週間に1回ペースで、で、8月にアジアの大会があって、で、またリーグ戦がそれが終わったら再開されて、来年の4月かな。4月か5月ぐらいまでリーグ戦が続く感じかな。で、年間通して何試合？年間通してリーグ戦は34試合で、すげえな。多いな。そう。あとはAFC カップっていうアジアの大会が、勝ち進んだら、進んだだけの試合数になるし。なるほど。じゃあ、俺らのラジオの頻度がだいたい2週間に1回ぐらいの収録だから、結構リスナーの人には、2試合分ぐらいは感想がお届けできる。そうだね。なんかやっぱりなかなか情報もね、届きづらいから、SNS の情報だけになっちゃったりするじゃん。だからなんかこのラジオでちょっと南部の主観的な試合のフィードバックみたいなのがあっても面白いかなって今聞いてて。本当。そうだね。なんかそういう風に言ってもらえると全然俺はしたい。俺なんかさ、自分の試合とか当たり前になっちゃって、なんかただ当たり前に起こったことを話してるだけだから、その聞いてくれてる人がどういう感覚なのかなっていうところまであんまり分かんなかったりするから、そうだから水木とかがそういう風に思ってくれるんだったら全然なんかありかなと思う。全然ありだと思う。なんか結果だけ正直勝った負けた引き分けたってさ、俺らからしたらあんま感情乗ってないからさ、分かんない。そうなんだよね。そうだよね。そう、でも、開幕戦、なんか普段起きない現象が起きた。何なんか選手たちが、痛がり出したりとかっていうのって結構興味が湧くポイントかなと思って。なんかそこはすごい面白いなって思う。プロ選手だから言えない事情もね、監督批判とかは確かにそうなっちゃうから良くないけど、南部の主観的な立ち位置で、目線で、見れるのは相当面白いなと思う。これが実際に試合をちゃんと見てた人が南部の選手として、そういうことだったんだってリンクしてくると相当面白いよね。そうだよね。確かにそうだよね。なんかじゃあ開幕戦でさ、俺が点取ったシーンのことをちょっとちらっと話すとさ。いいね。どういうゴールだったの？フリーキックからのヘディングだったんだけど。ヘディングだ。多分そう。俺、インドネシア来て初めてヘディングで点決めたんだけど、なんかね、その時前半12分かな。確か前半12分とかの得点だったんだけど、俺それまでボール1回触ったか触ってないかぐらいだったの。開始12分。そう、だから12分間、ボール触ってなかったの、多分。ちょっと待って。フリーキックになったタイミングで、俺そういえば、ボール触ってねえなと思って。そういえばだったんだ。そういえばまともに触ってないなと思って。でも別に、俺のメンタルの話なんだけど、別にボール触ろうが、100回触ろうが、何もなんか目に見えるキックからせないよりも別に、ね、例えば前半に5回、6回しか触れなくても、1点、2点取ってる方が、よっぽど後に繋がるし、と思って、この辺で点取ったら、チャラでしょみたいな感じで思って、待ってたの。
ああ、それぐらい意気込むっていうか軽い気持ちだったんだ。ああ、そうそう。ちょうどそんな感じのことを自分でこう思ってて。で、多分2人キッカーがいたんだけど、多分こっちが蹴るなーって思って、ああ、そこも決まってなく。そう、こっちが蹴るなーと思って、で、こいつが蹴ったら、俺ら身長でかい選手が多いから、そこら辺に選手が触るか、もしくは触れなかった時にこの辺にこぼれてくるなと思って、そう。で、チームの戦術として、俺がここに入っていきなさいっていうポジションじゃないところに行ったの、俺が。面白い、それ。そう、例えば1から4、1から5まであったら、俺は5番に入らなきゃいけなかったの。そのチームのミーティングではね。そう、でも俺はなんかその時に、こんな感じだったら3番か4番ぐらいに来るだろうなと思って、で、いいか悪いかは別として、俺が3番と4番の間ら辺に入ったの。そしたらボールが来て、で、ヘディングで点取れたみたいな。でも、そっか。逆にそういう風な、なんつうんだ、向こうは3番、4番とかわかんないと思うけど、そういう、やっぱり、イレギュラーなというか、読ませないプレーをしたからゴールになったっていうこともあるもん。そうだね。ほんと、いろんなことが重なって、なんか結構、ゴールとか見てると、俺が思うね。自分が思うゴールなんだけど、結構さ、いいところにいたんでたまたまこぼれてきたね、みたいな。素人が見たらそう思うゴールとかってあるじゃん。わかる。めちゃくちゃわかる。ラッキー、ごっつぁんゴールみたいな。そう、ごっつぁんゴールだね、とかさ、これたまたまじゃん、誰でも決めれるじゃん、とかさ。そういうゴールあったりすると思うんだけど、今まで俺が取ったゴールでだけで言えば、結構そんな偶然なゴールって結構なくて、結構なんか自分なりに、こういうところにこぼれてきそうだなとか、こうなったらこうなるだろうなとか、さっきまでの相手がこうだったからここら辺のスペース空きそうだなとか、なんか意外に結構ね、なんか自分なりにだけど、相手見たり考えたりしてそこのポジションに入ったりしてるつもりなの。ちゃんとそこには意志が働いて、ポジション取りに行ってるんだ。そう、なんか自分なりの意図があってそこに入ってるみたいな。そうなんだね。そうなんだ。そう、だから、嗅覚的なこと？それを嗅覚という言葉にしちゃえばそうなのかもしれないけど、その分、それが空振ることもめっちゃあるよ。そんな10回に、10回、20回やって、1回来るか来ないかだから、で、来たとしても外しちゃうこともあるし、あるけど、そのいろんなゴール、取ってきたゴールを考えると、なんかたまたま偶然だね、みたいなことはあんまりなくて、自分なりにこういう風になるだろうなとか、こういうところにこぼれてくるだろうなっていうのが、うまくはまってゴールにつながったりすることが多い。なるほど。ちなみにさ、南部のヘディングゴールって、今まででいくと何回目なの？だから俺ヘディングのゴールあんまイメージないんだよな、南部。大学卒業してから、なんかプロっていうカテゴリー、そうだね。だけで考えると、でも6点ぐらいじゃないかな。でもそれぐらいは全然決めてるんだ。6点ぐらいはね、取ってるかな。6点、7点ぐらいは、ヘディングで取ってるんじゃないかな。めっちゃ下手なんだけど、ヘディング。ヘディング？めっちゃ下手なんだけど、なんかそのヘディングも結構下手だから、結構ミスもするわけ。うわ、これ外すかみたいな。で、ここ狙ってたのに全然違うとこ行っちゃったみたいな。ってあるんだけど、なんかそれもだから結局外したのが、ここに当ててこういうとこになっちゃったからこう外したのから、じゃあ次こう来たらもう狙うっていうのも、こうしようって決めといて、で、それを次飽きたと思った時に、この前外したからゴールを決めるというよりも、こうしようって決めたことをやろうと思ってパンってヘディングしたりするの。なるほど。わかる？わかる。言語化するの難しい。俺はわかるわ。例えば、じゃあ、この前の点で言うと、来たボールに対して俺は叩きつけようとしてヘディングしたんだけど、これヘディングのセオリーなのね。ヘディング来た時にボールを叩きつけてヘディングするっていうのが、セオリーなんだけど、俺去年の最終戦ですっげえビッグチャンスを来たのを、カドッチョを狙いって、結構ヘディングで吹かしたの。カドッチョっていうのは叩きつけるんじゃなくて、ヘディングで浮いたボールをゴールの角に狙いって外したの。なるほど。はい。そう。でもあの時も、叩きつけてれば多分入ってたわけ。そうなんだ。で、その時に、これ次、こういうのがあったら、もうとにかくどっかを狙うんじゃなくて、叩きつけに行こうと思ったの。そう。で、ボールがこの前、試合の時と、こうやって流れてきた時に、ふともうほんと 0. 何秒だよね。タイミングでその時にイメージしたことが浮かんで、叩きつけようと思って、もうとにかく叩きつけたの。
そしたらキーパーの股の間通って入ったの。結構繋がってんだよね、なんかそれも多分。なるほど、なるほど。でヘディングに関してはこう、反省が生きてるんだ。まあヘディングだけじゃないけどさ。なるほど。面白いね。この前の第2試合目で俺結構、これこうしとけばよかったなっていうシーンが3つくらいあるわけ。そう。で、俺の判断ミスで、もっといい判断できたなっていうのがある、シーンがあるんだけど、多分次そのシーンに似たような場面があったら、多分もっとチャンスにつなげられると思う。なるほど。なんかそういうので結構引き出しを増やしてってる感じする、俺は。で、実際ゴールに繋がってるわけだもんね。まあ今回はたまたまね、うまくいくこともあればいかないこともあるけど。まあもちろん。せっかく開幕して1試合、2試合。2試合。ね、しかまだ経ってないから。まあちょっと前後しちゃったけど、目標みたいなの、なんかもし立ててれば、ぜひリスナーの人にお伝えできればなって思うけど。まあ正直なところ別にあんま目標立ててなくて、今シーズン。普段は立てる人？去年とか立ててたんだけど、あんま別に今年立ててなくて、まあ一つ明確な目標としては本当に怪我しないで1年間通してサッカーするっていう本当は当たり前のことなんだけど、英語をちゃんと英語圏の人と喋れるようになることぐらい。まあ、ただ、少なくても去年の個人の結果は超えなきゃいけないなと思ってるのね。で、去年9点取ったから、ってことになると、2桁以上は最低条件だから、まあ、それはもう少なくてもミニマムで超えなきゃいけないなと思ってて。なるほど。まあ、あと本当来年さ、何回も言ってるけど、俺、中東に行きたいから、だからそこに行くための、まあ、いろんな準備だよね。自分の結果、チームの結果、あとその生活も含めて、語学も含めて。そこの準備は1年間通してちゃんと準備したいなと思うけど。なるほど。で、あんま具体的な目標じゃないけど、そんな風に思ってる。なるほど。なんか、今回はそこまで強く目標を掲げなかったのには理由があったり。なんか、あんまこの結果にあんまりとらわれすぎたくないなと思って。そう、まあもちろんさ、結果がないといけない世界なんだけど、なんか結果っていうよりも、なんかその目の前のその成長じゃないけど、どうやってもう少しこう成長していけるだろうなっていう、なんかそこにもう少し目向けて、やれば自然に結果はついてくるんじゃないかなっていうのを思って、そうだからあんまりこう肩に力入れるよりも、肩の力を抜いて、まあとにかく怪我せずに、まあ楽しくやりたいなぐらいに思っとけば、でそれができれば、まあ自然に後から結果がついてくるだろうなっていうので、あんまりこう具体的な目標は決めてないっていう感じかな。なるほど。なんかマインドセットがちょっとこうベテランのなんか息に入った感じで聞こえるけど、そんな感じもしかして。いや、なんかそうなるとつまんないな、なんか。どうだ？いや、ただそうは言っても、まあ俺今年もボランチでプレイしてるけど、試合になったら数少ないチャンス、マジで狙いってるから。いいね。ゴールだよね。そんなにチャンス多くないし、1試合に1回2回あるかどうかわかんないけど、もうそこに関してはマジで狙いってるから。まあそういう風に口では言ってても、多分脳と体は違うこと思ってるかもしれないし。なるほど。メラメラしてるものは全然あるけど、わざわざこう表に出す。やっぱこうちょっとベテランのマインドになってきたんじゃないの？どうなんかな。メラメラしてるものがあるからこそ口ではそういう風に言ってるのかもしれないけど。抑えてる。まああとはね、自信があるから、怪我さえしなければ、結果残せる自信があるから、そんなになんかこう無理に意気込んで、肩の力入れなくても、まあ一つ一つちゃんと丁寧にやっていけば大丈夫だろうなっていうのがあるからかな。とにかく、怪我なく。そこなんだよね、マジで。ね。とにかく怪我なく、しかもこの1、2試合っていうのを毎回こう、ね、リスナーの人に聞いてもらえるのが一番いいなってすごい思うかな。そうだね。なんか、前回までは結構フリートークでいろんなサッカー以外の話とかもしてたじゃん。それはそれですごい俺らも楽しかったんだけど、やっぱ前回こう、東南アジアの移籍の経緯だったりとか、環境だったり、俺の給料の面とかも軽く話して、その反応が少しやっぱ良かったわけ、今までと比べて。そう。で、やっぱこう、聞いてくれてる人ってやっぱ俺のサッカーのことだったり、東南アジアのサッカーって日本のこう当たり前とはちょっとずれてる部分があったりする。そうだね。そういうところのこう生の話を
届けられると、なんかもう少しこうリアリティがある内容で楽しいのかなとも思ったから、ちょっとまあ、今回もそうだし、1年間通して、まあ自分のその結果のフィードバックとか、インドネシアの状況も含めて話していくのがいいんじゃないかなと思って。いや、なんかちょっと、また、サッカーの話になると、結局冷静を装っても、熱く話しちゃってる南部がいたからさ、そうなんだよね。ちょっとなんか、ゆるく、南部のパーソナルが分かるような軽質問ぐらいして終わってもいいかな。そうだね、最後一個入れとこうかなんか。そうだよね。なんか。じゃあ、最近、情けないなって思った出来事。いい質問だね。情けないと思ったことか。俺情けないなって思った出来事。ちゃんと直入に言っていい？ない。おいこれマジでない。なんか情けないなって思えないなんか。またこれ真面目な答えになっちゃって面白くないか。いや、いいよ。南部5、6っぽいから続けて。なんかないな。なんかね、なんだろう俺なんか自分肯定しすぎなのかなそう考えると。いや、ちなみに、絶対ないって言われると思う。思った？じゃあもう。思った。じゃあその答えをもう俺そのまま言っちゃってるからなおさら面白くないな、それは。いや、面白い。今考えてるんだけど。こいつ本当にねえって言ったって思ったもん、俺は。あ、本当？情けないか。いや、このパーソナルの見え方面白いんじゃない？本当？逆になんか美月な、自分のこと情けないと思うことあった最近。いやー、これ全然汚い話でいい？いいよ、全然。なんかね、ケツが緩くなって、うんこ漏らしちゃったんだよ。なんでそれ情けないの？これさ、多分、年だと思うの。なんか、よく言われるんだよ。体の老化とともに、なんかいろんな締まりが悪くなる。ケツだったらピシッとキュッてこう締まってたりとか、なんかこう、重力に負け始めたりとか、ちょっとなんかボケーっとこう、ザーッとこうしてくんだけど、なんかね、ケツがね、締まりが多分ね、もう今全然運動もしてないし、悪くなってるから、ちょびっとだよ。間に合わなくてね、やばってなっちゃった時があって、30歳になって情けなって思ったね。いいやん。だって30歳になってもそんなことをできるんだから。30歳。なんでお前背中押してくれるんだよ。そうじゃなくて別に情けなくない。そんないくつになっても別にいいやん。ちっちゃい子しかそんなのちびっちゃいけないなんか、そんなの何もないしさ。確かに。別に恥ずかしくもなくないなって。そんな状況によるしさ。どんなにいい大人だって、どんなに健康な人だってさ、時と場合によってはそういうことあるだろうしさ。何も情けなくないよ。なんか、リスナーの皆さん、俺情けなくないみたいです。情けなくないでしょ、全然。いや、なんか、よかった。よかったし、なんか南部のパーソナルがなんか違う角度からも見えてすごいよかったかも。いや、なんかもっと情けないの話ないの？いや、情けない話は正直これ以上はない。俺も優秀なのかな、もしかしたら。いや、どちらかっていうと優秀な方だと思うよ。あ、マジで？どっちから分けるとしたら。情けない方ではない。やっぱり、このなんか、最後の質問みたいなのはいるね。じゃあちょっと、結構長くなったけど、いろいろ結構濃い話になったかなと思いますが、次また3試合目、4試合目、頑張ってもらって。あとさ、最後一個俺が聞いてる人たちにお願いしたいんだけどさ、少しずつだけど聞いてくれてる人たちも増えてきてるじゃん。おかげさまでね。そう、なんかこう、ちょっとしたことでもいいからコメントとかくれるとマジで嬉しいなって思う。少し前にさ、そのツイッターの DM にすごいこう丁寧なコメントをくれたじゃん。もらいましたね。そういうの本当嬉しいし、なんか見てるよっていう連絡くれる一言でもさ、本当なんか嬉しいし、そうだね。なんか本当に俺らに背中を押してくれることだと思うから、なんかもしもこう定期的にでも今日だけ聞いてくれた人でもいいから、まあ感想でもね、何でも一言でもいいから。じゃあ、くれたコメント、絶対にラジオに載せます。でも本人嫌じゃないかな。いやだから、その名前とかは匿名とかで全然いいんだけど、なんかこう、ちゃんとリアクションしたい。もちろん、そうだね。それはそうだね。やってくれた分、そう。そうだね。そうしよう。まあ、あと、ね、俺ら3人だけじゃわからない角度っていうのが、リスナーの人に思ってるし、
ぜひ聞きたいことは、コメントもらえれば、私が責任を持って聞きますので。オッケー、ありがとう。じゃあそんな感じで、今日はこの辺で終わりにしようか。はい。それでは今日も聞いてくださりありがとうございました。クラル3は Twitter をやっているので、いつでも DM、感想を受け付けています。はい。今日も聞いてくれてありがとうございました。どうもありがとうございます。また頑張ってはーい。